皆さんこんにちは、こんばんは。レゴニュースのスタッツです。この動画では2023年第2回、レゴアイデア製品化レビューへの進出が決定した作品を紹介します。作品のバックグラウンド情報や、製品化される可能性がどのぐらいあるかなどを分かりやすく説明します。今回のレビューは進出作品が多いため、いくつかの動画に分けて紹介しますので、ぜひ全部ご覧ください。テイラー・スウィフトのラバーハウス。テイラー・スウィフトのヒット曲「ラバー」のミュージックビデオに登場するラバーハウス、色分けされた部屋などを再現しています。製品化される可能性はどのぐらい？テイラー・スウィフトのラバーハウスは、これまで別のデザイナーの作品が2度レビューに進出しています。一つは最近結果が発表されたレビューで不合格、もう一つは現在審査中です。ラバーハウスは見た目は可愛いおもちゃ風の建物ですが、曲は大人の恋愛を歌ったラブソングなので、レゴブロックで商品化するには不向きかもしれません。審査に通過する可能性は低いでしょう。フィニアスとファーブ、悪のデューフェンシュマーツ社。ディズニーアニメフィニアスとファーブに登場する悪のデューフェンシュマーツ社の建物です。フィニアスとファーブってどんなアニメ？フィニアスとファーブは2007年から2015年にかけて放送されたディズニーアニメで、アメリカの架空の州3つの州という州に住むフィニアスとファーブという天才義兄弟の発明品で巻き起こる騒動を描いたコメディ作品です。クールキャラのフィニアスとファーブ、その2人に翻弄され毎回大騒ぎする姉のキャンディス。その対照的な姿がとにかく面白いのです。現在ディズニープラスで見放題配信中ですので、気になる人はぜひチェックしてみてください。登場人物のミニフィギュアも付属しています。この作品の悪のデューフェンシュマーツ社は、真ん中の悪の科学者デューフェンシュマーツ博士の会社で、その左の水色のキャラクターが宿敵のカモノハシペリー。博士とペリーは宿敵ですが、実は仲がいいみたいです。製品化される可能性はどのぐらい？フィニアスとファーブを題材にした作品は、これまで一度もレビューに進出したことはないと思います。アニメはなかなか面白いですが、現在どの程度人気があるのか詳しくは分かりません。意外と有力候補かもしれないとも思いますが、製品化することを考えると、フィニアスとファーブの2人が主役の作品の方が、もっと審査に有利な気もします。カーバルスペースプログラム。宇宙開発シミュレーションゲーム、カーバルスペースプログラムに登場する宇宙船です。モジュールを組み合わせて独自の宇宙船を作ることもできます。こちらがコックピット。キャラクターのミニフィギュアも付属しています。製品化される可能性はどのぐらい？このゲームについてはあまり詳しくありませんが、宇宙開発プログラムで宇宙船の建造と打ち上げ、惑星探査や宇宙ステーション建設などを行う内容とのことです。面白そうなゲームですが、日本語の情報は少なかったです。宇宙船は主に実在の機体をモデルにした作品がこれまで何度かレビューに進出していますが、製品化されたのは2017年発売のサターン5のみです。国際宇宙ステーションも発売されましたが、だいぶ前に開催された版権デザイン OK のコンテスト優勝作品なので、若干ポジションが異なります。レゴアイデアの前身、レゴ空想時代には、小惑星探査機はやぶさが発売されましたが、今のようなレビューを経て製品化されたわけではないので、現在のレゴアイデアとは別のブランドの商品だと言っても良いでしょう。今回の宇宙船は実在のモデルではありませんが、宇宙船はレゴグループがレゴシティやレゴアイコンズで自ら積極的に製品を投入しているカテゴリーですので、レゴアイデアから発売される可能性は低いと思います。テイラー・スウィフトのラバーハウス。テイラー・スウィフトのヒット曲ラバーのミュージックビデオに登場するラバーハウス、色分けされた部屋も細かく作り込んであります。製品化される可能性はどのぐらい？テイラー・スウィフトのラバーハウスは全て違うデザイナーの作品ですが、最近だけで本作以外に3度レビューに進出しています。そのうち1つは今回のレビューです。あとの2つは、1つが最近結果発表された2022年第3回レビューで不合格、もう一つは今回の一つ前のレビューに進出しており、現在審査中です。ラバーハウスは大人の恋愛を歌ったラブソングに登場する家ですので、
レゴブロック商品として採用するのはちょっと難しいのではないでしょうか。大人向けの同じテーマの作品が立て続けに4度もレビューに進出すると、むしろエントリー禁止になってもおかしくないかもしれません。ミスター・ロジャースのネイバーフット。アメリカの昔の児童番組、ミスター・ロジャースのネイバーフットの部屋を再現した作品。番組では BGM や効果音がほぼ全てピアノ演奏なので、それにちなんで本作の土台部分はピアノのデザインになっています。この部屋は司会のミスター・ロジャースがしゃべる番組のメインの場所。ミスター・ロジャースことフレッド・ロジャースと登場人物のミニフィギュア。ミスター・ロジャースは番組冒頭で仕事着風のジャケットで部屋に入り、すぐにカーディガンに着替えるので、そのクローゼットも再現。その他にもメイクビリーブという架空の近所の世界へ通じるための壁を動かす仕掛けなどがあります。こちらがメイクビリーブの世界。ミスター・ロジャースのネイバーフットってどんな番組？ミスター・ロジャースのネイバーフットはアメリカの公共放送 PBS とその前身 NET で1968年から2001年まで放送されていた児童番組です。司会のフレッド・ロジャースが部屋で喋るシーンから始まります。その後は人形劇のキャラクターと人間がトークをするメイクビリーブという裏庭にあると思われる架空のご近所のコーナー。いろんなお仕事を紹介する映像を流す。ロジャース氏自身が外出して様々なお仕事をレポートするといった内容で番組は進みます。トム・ハンクスがミスター・ロジャースとして出演したこともあります。ミスター・ロジャースのネイバーフットは PBS の YouTube 公式チャンネルで一部のエピソードを見ることができます。この番組はアメリカではかなり有名だったらしいですが、アメリカ国外では知名度は低いのではないでしょうか。少なくとも日本では知名度はほぼゼロだと思います。英語のウィキペディアを見る限り、海外展開はカナダの一部だけのようなのでヨーロッパでも知っている人は少ないのではないでしょうか。製品化される可能性はどのぐらい？これまでもドラマや映画がテーマの作品が製品化されたことはありますが、そのほとんどが少なくとも日本でも人気の作品でした。ヨーロッパの事情は正直わかりませんが、日本で人気のアメリカの作品ならヨーロッパでもある程度売れているのではないでしょうか。ミスター・ロジャースのネイバーフットがアメリカ限定で知られるキッズ番組だとしたら、製品化される可能性は低いと思います。この動画へのいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。モトグラフ。レゴブロックで動物が動くアニメーションを楽しむことができる作品です。筋の入ったフレームを左右に動かすとこのように動物が動きます。スタンドにはアニメーションの元になる絵が取り付けられています。全部ばらすとこのようになっています。新しい絵を作るのは難しそうですね。モトグラフってどういうもの？モトグラフについての情報はかなり少なかったのですが、よく調べてみると、イラストの上でフィルムを動かすと、絵の一部が動いて見える昔の遊び道具だそうです。モアレという現象を利用して、絵を動かしており、これを商品化したものを、英語ではムービングピクチャーブックと呼んでいます。動画で見ると微妙な動きですが、19世紀からあるそうなので、当時のキッズにとってはかなり斬新なアイテムだったのかもしれません。YouTube で、アルファベットでモトグラフ、ムービングピクチャーと検索すると、少ないですがいくつか動画が出てきます。製品化される可能性はどのぐらい？モトグラフはレゴアイデアのレビューでもこれまで見たことがないジャンルです。レゴアイデアらしい作品とも言えますね。作品ページで作者が他にも作例を挙げていますが、元になる絵を作るのは素人にはかなり難易度が高そうです。しかし、ダイナミックさと斬新さがありますので、今回のレビュー合格の有力候補に強力に推したいです。フライングスコッツマン、ロンドン&ノースイースタン鉄道 A3 型蒸気機関車4472号機。かつてロンドンとエディンバラを結んでいた蒸気機関車です。高級木材のチーク材で作られている客車はブラウン系のパーツで再現。キッチン車、食堂車、寝台車、荷物とトイレ、警備員のための車両が付属。こちらがキッチン、貯蔵庫や洗い場、調理スペースがあります。
昔の列車にも冷蔵庫はついていたのでしょうか。こちらが食堂車。テーブルは2つです。寝台車。ベッドが4つでロッカーもあります。あらかじめ同梱されているモーターやバッテリーボックス、ライトなど電動化させるためのパワーファンクションパーツを取り付けることができます。もし商品化されるとしたら電動パーツは別売りになると思います。フライングスコッツマンってどんな列車？フライングスコッツマン A3 型蒸気機関車4472号機は1923年に製造され、かつて存在したロンドン&ノースイースタン鉄道で1963年まで運用された蒸気機関車です。フライングスコッツマンという名前はロンドンとエディンバラを結ぶ急行列車の愛称として現在も使われています。製品化される可能性はどのぐらい？これまで実在の列車をモデルにした作品が何度もレビューに進出していますが、審査に通過したのはオリエント急行一つのみです。列車作品はそのほとんどが実在の車両をモデルにしていますが、ローカル色が強いこともあり、レゴアイデアレビューでは非常に合格しにくいカテゴリーの一つだと言えます。今回の作品のフライングスコッツマンは完成度も高く、車両の美しさを見事に再現していますが、審査を通過する可能性は低いと思われます。フィニアスとファーブの鴨の橋ペリー。ディズニーアニメフィニアスとファーブに登場する鴨の橋のペリー。ペリーは普段はフィニアスとファーブのペットですが、実はエージェント P というスパイ組織のエージェントで、悪の科学者デューフェンシュマーツ博士を監視しています。製品化される可能性はどのぐらい？フィニアスとファーブはこれまでレゴブロックで製品化されたことがないディズニー作品なので、その点では審査に有利かもしれません。しかしビルダブルフィギュアはレゴグループが自ら積極展開しているカテゴリーなので、審査に通過する可能性は低いと思います。今回のレビューには同じフィニアスとファーブから悪のデューフェンシュマーツ社のビルもレビューに進んでいます。どちらかというとビルの方が製品化される可能性は高いかもしれません。ジュマンジのボードゲーム。1995年公開の動物パニックファンタジー映画ジュマンジに登場するボードゲーム。作中ではこのゲームのプレイ中は動物の群れや食虫植物、主人公アランを狙うハンターのバンペルトなどが現れ、街が大混乱に陥りますが、このゲームは一度始めたら誰かがゴールするまで動物たちが消えることはなく、やめることができません。サイ、猿、ゾウなどの動物のコマもついています。ジュマンジは続編も公開。ジュマンジは2017年と2019年にドウェイン・ジョンソン主演の続編が公開されました。続編ではゲーマーの主人公がボードゲームに興味を示さなかったため、作品序盤でボードゲームがテレビゲームに変化しました。製品化される可能性はどのぐらい？ジュマンジは作中に登場する屋敷の作品が2020年第3回レビューにも進出しましたが、結果は残念ながら不合格でした。今回はボードゲームの作品ですが、話題性からして製品化は難しそうな気がします。腹ペコ青虫。人気絵本腹ペコ青虫に登場する青虫です。体には2色のグリーンパーツが使われており、原作のイラストの雰囲気がより忠実に再現されています。絵本の表紙に描かれている体が曲がった青虫を簡単に再現できるようにセグメント化してボールジョイントで接続してあります。ポージングして遊ぶことができます。体を伸ばすとこのようになっています。足の数は原作のイラストと同じです。腹ペコ青虫の絵本は青虫が果物を食べた後に穴が開いていますので、その果物のミニモデルも付属しています。製品化される可能性はどのぐらい？レゴアイデアで絵本といえば2018年に飛び出す仕掛け絵本というセットが発売されています。赤ずきんとジャックの豆の木の2つの作品のシーンを作り変えることができる人気セットでした。しかしその後、絵本がテーマのレビュー進出作品はほとんどありません。記憶している限りだと、最近では機関車トーマスとウォーリーを探せの2作品のみだと思います。トーマスは、レゴグループの競合会社マテルが権利を持つ作品であることも影響したと思いますが、結果は不合格。ウォーリーを探せは現在審査中です。ウォーリーを探せは有力候補の一つではないかと思いますが、
このレビューには史上最多の71作品がエントリーしていますので、製品化を勝ち取るのは容易ではないでしょう。腹ペコ青虫は有力候補？腹ペコ青虫はピース数が350で、他の作品に比べるとかなり小型のエントリー作品です。最近のレゴアイデアは実質大人向けのブランドなので、たまには子供が楽しめるようなレゴアイデア製品として腹ペコ青虫を発売しても良いのではないでしょうか。腹ペコ青虫は絵本としての販売実績も申し分なく、玩具やグッズも数多く発売されています。カラフルでユニークなキャラクターなので、レゴブロック商品として発売しても子供受けが良いこと間違いありません。虫カテゴリーのライバル？レゴアイデアではリアルな虫の作品の製品化がすでに決まっていますが、早ければ9月に発売されるかもしれません。この虫セットの存在は今回の腹ペコ青虫の審査に不利かもしれませんが、腹ペコ青虫は虫というよりキャラクターなので、虫がテーマの作品が2つ発売されても良いと思います。腹ペコ青虫を今回の有力候補に強力に推したいですね。以上、レゴアイデア製品化レビュー進出作品の紹介でした。今回のレビューのエントリー期間は8月末まで続きますので、追加があればまた動画で紹介します。この動画へのいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。レゴアイデア製品化レビュー進出作品の紹介は、スタッツ公式サイトで最速で更新していますので、動画と合わせてぜひご覧ください。作品一覧ページへは、この動画の説明欄のリンクから行くことができます。それでは次回のレゴニュースもお楽しみに。